パーソナルトレーナーのゆうじです。筋トレやっていく上でプログラムの作り方というのはいろいろあります。いろんなパターンがあって分割法もあるんですけども、ただ一般的に多いのは1日のうちに全身をやるという1日全身主義ですね。全身の全てのパートを1日でやっていくというパターンですね。その方がね、考え方としてはシンプルで、そういう感じで週2回やってるよという人は多いと思うんですね。で、その1日全身主義の場合には何が重要かというと、基本的にはコンパクトにした方がいいですね。全身をやっていくので、いろんなパートがあるわけで、それにいろいろたくさんやっていくと、とにかく膨大になってしまって、時間がかかりすぎてしまうわけですね。それが50歳以上の場合には、そんなにね、ジムに2時間3時間かけるということは、なかなかできないわけですよ。できるだけ1時間以内に収めたいわけですよね。だからエクササイズの種類というのはそれほど多くはできないというのがあります。多くはできないんだけれども、そもそもエクササイズの種類というのがたくさんある。たくさんある種類の中で何を選べばいいのかっていうのが分からなくなってくるわけですね。一箇所一種目ずつやっていって全身という形でいいと思うんですけれども、コンパクトにやっていくにはね。だけれども、じゃあ何が一番いいのかというね、選択の仕方というのが分かりづらいと思うんですね。今日はここをね、やっていきたいと思うんですけれども、その一箇所一種目で全身やっていくという場合に、何でもいいというのではなくて、やはりね、効果が高いもの、より効率のいいものをやった方がいいわけですね。それは体がかっこよくなる種目であったり、筋力が強くなるという種目であったり、代謝を上げるという種目、あるいはそれら全てを含むようなエクササイズの方がいいわけですよね。そんな感じのことを考えながら、一箇所一種目、全身をやる場合にどれを優先的にやっていくかというのをね、今日は紹介していきたいと思います。まずは大胸筋の場合。大胸筋の場合は、インクラインダンベルプレスを選んでください。通常はフラットとかインクラインとか頭が下がってデクラインとかありますけども、インクラインのダンベルプレスがいいと思います。で、今この角度になってますが、このベンチの場合にはこの角度が一番低いところなんですね。もう一個高くなったりはするんですけれども、こんな感じでね。で、どっちかというと、もう浅めでいいです。浅め。で、なんならね、これよりももうちょっと低くてもいいですね。もうちょっと低く設定できるベンチの場合にはもう一個低くてもいいと思います。一種目でやる場合にはね。で、これで寝転んで、ダンベルプレス、インクラインのダンベルプレスをやっていくわけですけども、なぜインクラインダンベルプレスなのか、浅めのインクラインダンベルプレスなのかですけれども、ご存知の通り、インクラインというのはこの角度なので、寝転んだ時に大胸筋の上の方を鍛えるという種目ではあるわけですけど、実際のところ、この角度と自分の体の角度は同じではないということは把握しておいてください。実際にやっていくと、こういうふうにアーチを描いていくので、このアーチを描いていくと、このベンチの角度よりも少し浅い感じになってくるわけですね。ここを上げていく分、よりちょっと水平に近づいてくる感じになります。で、そうすると、この角度で思っている大胸筋の上部よりも、もうちょっと下を使っていくという感じなんですね。この角度のままで考えていくと、かなり上の方のこの辺りの大胸筋を使っていく感じなんですけど、実際には今みたいにアーチを描くので、もうちょっと下ですね。真ん中から3分の2ぐらいまでのこの辺りを使っていくような感じですね。だから思ってるよりはちょっと下になってくるわけですよ。でもそれでいいんですよ。ただ実際にどこを使ってるかをしっかり把握してほしいんですね。だから今この角度で真ん中から少し上のあたりまで。さっき言ったようにもうちょっと浅くてもいいというのは、それよりもうちょっと下に下がっていくんですね。で、そうすると真ん中よりも上も使うけれども、下も使ってくるようなところというのは少し浅めのインクラインダンベルプレスでアーチを描いた時の鍛えられる場所ということになってくるので、浅めのインクラインダンベルプレスでアーチを描いていくというのが、一種目でやっていく場合にはかなり広い範囲の大胸筋を鍛えられるということなんですね。逆にこれがフラットだけでやっていくとすると、フラット一種目だけの場合だと、今言ったようにアーチを描いていくと、この大胸筋の下の部分が上に向いているので、真ん中というよりは少し下の方になってくるんですね。だから上の方がなかなか鍛えられないんですよ。だからインクラインでやった方が真ん中、そしてなかなかね、筋肉がつきづらい上の方、この辺りを中心に鍛えることができるので、浅めのインクラインの方が一種目でいい形の大胸筋を作れるようになります。そして肩の場合ですけども、一種目っていうのはこれはね、なかなか難しいですけども、この2種目のうちどっちを選ぶかって感じですよね。サイドレイズなのか、ショルダープレスなのか、どっちを選ぶべきかですね。これね、本当にコンパクトで時間を短めにやろうと思ったら、一種目にしていく必要はあるわけですけど、その場合には、やはり、ショルダープレスを選んでほしいです。ショルダープレスです。これはもうね、正直言うと、年代によると思います、年代に。20代ならサイドレーズを一番最初に選んでそれだけやっていくのもありだと思うんですけど、50歳以上の場合にはもう絶対ショルダープレスをやった方がいいですね。
でそれはなぜかというと、50歳を過ぎてくるとどうしても肩が落ち気味なので、下あるいは前に落ち気味なので、この落ちた肩を上に上げてあげる必要があるんですね。普通にしてても下がり気味になってしまう年代なので、この重さによってね。なので三角筋をつけるという目的もありますけれども、この肩の位置自体、つまりこの僧帽筋が伸びてしまったというのを解消するためにも、腕を上に上げるというショルダープレスを選んだ方が、三角筋の形、肩の位置、全体の見た目が良くなってくるので、肩についてはまずショルダープレスをやった方がいいですね。ちなみに、ショルダープレスをやっていくというね、習慣をきちんとつけておかなければ、今から20年後に腕が上がらなくなる可能性はあります。もし皆さんが筋トレをやらない生活で、筋トレをやらない人で、ショルダープレスなんか全くやらないまま今から20年経ったらどうでしょうか。かなり腕を上げるのが辛いと思いますよ。たった1キロのものを上げるのも辛いと思いますよ。だから今のうちに肩のトレーニングをやっておくなら、三角筋も作るけど腕を上に上げるものというのをね、やった方がいいということです。もうこれはそういう年齢なので、ショルダープレスをやって腕を上げた方がいいということですね。そして次に背中ですけれども、背中の種目として優先的にやってほしいのは、デッドリフトです。デッドリフト。デッドリフト、腰じゃないの？そうなんですけど、背中というと、懸垂とかラットプルダウンとか、あるいはこういうワンハンドローだったり、両腕であるベントオーバーローだったりありますけれども、デッドリフトも背中の運動とは言えるわけです。ここから前に倒れていった時に、当然脊柱起立筋で引き上げてくるんですけれども、この時に背中の筋肉、広背筋、大筋が脱力した場合だと、ガクンとこうなっちゃうんですよ。この広背筋、大筋が脱力しないで、ギュッと締めている状況っていうのは、ここからこういう状況なんですね。で、これを維持したまま、デッドリフトをやっていくと、脊柱起立筋も使ってるけれども、広背筋、大筋も使っているので、結構ね、この辺りも使ってるんですよ。で、これは一つはね、機材の問題もあるんですけども、懸垂やるものがないとか、鉄棒が近くにないとか、ジムでもその懸垂だとかラットプルダウンを使おうと思ったら人が使ってるっていう風になると、なかなかやっぱりね、スッとできるもんじゃなかったりするんですね。それを待たなきゃいけないとか、あるいはそれがなかったらできないし。で、それを考えると、デッドリフトの場合には、もうダンベルがあればできることなので、とにかく時間がかからないということですね。そしてデッドリフトは今言ったように、腰の脊柱起立筋のためだけのエクササイズとは考えない方がいいです。背中全体と考えた方がいいです。だから今言ったように、このギュッとこう締めてる力を使いながら、特にこの降りてる時ね、降りてる時に後ろをちょっと締めてる力を使いながらやってあげると、こうじゃなくこうですね。やってあげると、結構全体的に引き締まって広がりのある背中も作れます。で、あとは機材的な問題だけでなく、背中を作るといった場合に、この50歳以上の場合に何が重要かというと、広がりがあったらある方がかっこいいんですけども、その前にそもそもやっぱりほとんどの人はこういう感じで脊柱起立筋がもう伸びたような状態なんですね。だからこれを縮める、そして体を持ち上げるという脊柱起立筋の筋力が欲しいんですね。まずはこれがしっかりできる背中を作ること。その方がまずかっこいい体になりやすいんですね。なので、背中の中で何を一つやっていくかというと、デッドリフトを選んでやってください。そして足のエクササイズでは、もう、ブルガリアンスクワット一択ですね。ブルガリアンスクワットをとにかくお勧めします。で、このブルガリアンスクワットをやっていくのは、いろんな意味があるわけですけれども、やっぱりね、ブルガリアンスクワットをやっていくというのは、この足、太もも、お尻、もも裏も含めて全部がね、もうきついです。結構きついですよね。で、そういったエクササイズをやっていくと、しっかりこの筋量が増えてくるわけですね。筋肉が増えてくる。そうすると代謝が上がりやすいということで、体が引き絞りやすいわけです。当然、足の形、お尻の形は良くなってきます。で、さらにはやっぱり筋力が上がるということね。足の筋力が上がるということが50歳以上の場合はすごく重要で、これから先の人生を考えたときに、足の筋力が絶対強い方がいいんですね。ちょっと社会的な話をすると、これから介護の問題とかいろいろあります。誰が介護してくれるのかっていう問題があるじゃないですか。そんな介護なんていらないよ。俺には助けはいらないよっていうぐらいの足をね、自分でもう先に作っておいてください。でもこれ結構重要なんですよ。これから先の人生のために強い足を作っておくというのは大事なので、それがね、スクワットという2本足じゃなく、やはり1本足の筋力を高めておくというのが、人間が歩く時の能力も上がりますので、これは一本足の方をやっていった方がいいです。で、あとね、スクワットの場でやはりね、さっきの背中と一緒で、機材の問題があります。やっぱりバーがあって、スクワットラックがあって、それがなければスクワットはなかなかできないので、十分な重さのね。で、スクワットの場合は2本足なので、単純に考えてブルガリアンスクワットの2倍の重さを持たなければいけないので、やはりそのバーベルとか重いものを持たなければいけない。家にあるダンベルを持ってるだけでは、やはり軽すぎるんですね。それがブルガリアンスクワットの場合、家にあるダンベル、ここにある10キロ程度でも持ってあったら、結
構きついですよ。ダンベル10キロでもかなり筋力を上げることができるというのがブルガリアンスクワットなので、その利便性を考えるとブルガリアンスクワットを優先的にやっていった方がいいとは思います。そして腕の三頭筋ですけども、三頭筋はもうね、このライングフレンチプレスですね。ライングフレンチプレスを優先的にやってほしいです。なぜなら、ライングフレンチプレスの場合、一番間違いが起きにくいんですね。間違いが起きにくいっていうのは、体を固定してやってるので、体のブレというのは全く起きないんですね。で、そうすると、負荷が逃げにくいので三頭筋に効かせやすいんですね。それでいて、三頭筋をまんべんなく使えるんですね。逆に他の三頭筋の種目の場合、例えばリバースプッシュアップの場合、とにかく乱れやすくて負荷が逃げやすくて、なかなか三頭筋に効かせられてない人もいます。それからこういうキックバックの場合には収縮したところはいいけれども伸びたところではあまり負荷がかかってないという感じになりますし、フレンチプレスの場合には伸びたところでは負荷がかかってるけども縮んだところではあまり負荷がかからないというふうになるんですけれども、ライングフレンチプレスの場合には縮んだところも伸びたところもある程度まんべんなく負荷がかけられるので、一番全体的に三頭筋を鍛えることができるというのがライングフレンチプレス。それでいて負荷が逃げにくくて初心者でもできるというものなんですね。なので三頭筋はライングフレンチプレスをお勧めします。そして上腕二頭筋ですけど、これはね種類はあんまり多くないものではありますけども、その中で優先的にやるのは座ってやるシーテッドアームカールですね。立ってやるアームカールと座ってやるアームカール。ここはね、大きく分かれてくるところですけども、座ってやる方が体のブレって少ないんですね。立ってやるアームカールの場合には、足の裏から肩までの距離がとにかく遠いので、全体的に揺れやすいんですね。それが座ってやるシーテッドカールの場合には、お尻から肩までの距離になってくるので、いわゆる高層ビルじゃなくて低層ビルみたいな感じなので揺れが少ないんですよ。だからその方が負荷が逃げにくい、効かせやすいってことになってくるので、アームカールは座ってやるものを優先的にやってください。そして最後腹筋ですけれども、腹筋で一番優先的にやりたいというのは、肩甲骨がベンチから上に飛び出した形であるダブルハイパークランチですね。ダブルハイパークランチ。お腹、ここを中心にしながら背中とお尻を上げる。足と頭でなくて背中とお尻を上げる、止める。足も頭を水平まで降りて、そして背中お尻が上がって収縮させる。伸びるけれども抵抗していく。縮める。伸びていくけれどもしっかり抵抗していくという感じのダブルハイパークランチですね。両方からやっていくクランチですね。これは一種目でありながら、縮めたところでもかなり負荷は強いです。強いです。膝を曲げないでこの状態で背中とお尻を上げるとかなり負荷が強いです。で、この引き伸ばされたところでもかなり負荷が強いです。足が重いので、この長さ、この距離があるとかなりきついですよね。で、肩甲骨はベンチについてないので、ここで休憩ができないので、ぐっと力を入れた状態になります。だからこの時かなりきついです。だから、上でも下でもかなりきつい状態。強度が高い筋トレができるということと、縮めたところから伸びたところまでかなり広い範囲で運動できるというもので、かなり効果の高い運動なんですね。なので腹筋運動としては特殊なマシンとか道具を使わなくてもかなりレベルの高い腹筋運動としてこのダブルハイパークランチがおすすめです。はい、ある程度はね皆さん知ってるようなエクササイズだと思いますけれども、1箇所に対して1種目という場合に何を選ぶかというところがまず大事だということ。それと、なぜその種目が大事なのかというね、その理由も重要なんですね。ただ1個やればいいというのではなくて、1箇所に1個しかやらないから、できるだけ多くのものを含んだようなエクササイズをやるべきだということですね。それが今紹介したエクササイズになってきます。で、今紹介したのは7つですけども、7つをね、3セットずつとかやっていくだけでも結構ね、レベルの高い筋トレができてきますので、あとはその質を上げていくということをやっていけば、いい体はできてきますので、一日前進主義の人はそんな感じで優先的にやる筋トレというのを考えながら選んでやってみてください。もっともっとかっこいい体を作っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。